はい、こんにちは。では今日は第1回の記念すべき握力以外の、動画撮影を行いたいと思います。For English speakers, YouTube subtitles are made in English. I appreciate it if you could turn on the subtitles and watch the video. ということでですね、今日はぶら下がり系で、少し知人から本当は運転とかのリクエストがあったんですが、場所の都合でこんなちっちゃいところで動画撮影させていただきます。すいません、また野外で今度は運転とかロブ登りとかしたいと思います。はい、では、まず注意点ですけども、今回撮影の都合上でこのようなちょっと、今からするトレーニングには一部ふさわしくない器具を使っていますので、ちゃんと本当にトレーニングするときには、しっかりした、器具もしくは声の鉄棒などでやっていただくようにお願いします。こちらの方は今回の撮影用でこの器具を使っているのは一部 NG なのでよろしくお願いいたします。今回はあくまで撮影用のためです。はい。ちょっと安直を見てます。はい。次にですね、このビデオですけども、そもそも私がスパルタンレースの小中級者ぐらいなので、具体的な感想はできますが、質や速さをこれから求めたいなという、ちょっと足を一歩かけた人ぐらいのレベルです。なので、もっとあんまりすごい映像でもないので、皆さんと一緒にいろいろとコメントいただきながらこんなことしてますという、半分個人的な動画となります。はい。あともう一つはですね、筋トレいろいろな種目がありますけど、ボディービルみたいなそんな感じでですね、ある筋肉を太くするというような目的ではなくて、あくまで実践に即した形ですね。スパルタンレースの、ぶら下がり系のものに即した形という目的でやっております。なので、一緒にゆるゆるというか、スパルタンしましょうという感じになります。はい、ではまず最初は、肩方押しとかアップですね。実際にはもうちょっとちゃんといろいろすると思いますけど、一通りこうちょっと肩に非常に負荷がかかるので、肩は念入りにほぐしてやった方がいいかと思います。あとですね、肩の怪我とかこれ、私も懸垂してて、今実はちょっと怪我してるんですけど、水泳をやった方がいいかと思います。水泳をするとすぐに肩が痛いともう痛くてどうしようもなくて分かりますので、水泳を常時週に1回私今はやってるんですが、やったのがおすすめです。ちなみに私ちょっともう肩が痛くなってですね、25メーターで2秒ぐらいはもう遅くなってます。これ心肺がダメで遅くなってるんじゃなくて、ちょっとそれ以上回すともう肩が痛いので、そんな25メーターなんで2秒ぐらい痛くなるっていう状態です。なのでちょっとトレーニングのやり方や負荷が今悪かったんだなと反省して、調整をしようとしている状況です。はい、では今日、3種目やります。まず1つ目は、まず順番ですね。基本的には難しいものから、先にやろうとしています。高負荷なものを後でやると、怪我の原因とかなると思いますので、一番難しいものから順番にですね、やるという感じですね。もうちょっとほぐしたいですか。このぐらいで。でまず一番難しいのはやっぱり片手ぶら下がり系ですね。これ私今回そもそもずっと握力をトレーニングしてるのも情けないんですが、運転で落下しました。でそれが悔しくてですね、今必死で握力をトレーニングしています。でちなみに体重が今75キロで、右手の握力は77キロ、左手は70キロです。で、実際のレースで右手は運転でなんとか耐えれたんですが、左手がダメでですね、2、3回ぐらいは運転で2回目か3、4、5回目かぐらいで左手がダメで落ちてしまいました。はい、でなので、このトレーニングとともにやっぱ握力とか前腕の力ですねをつけるのも大事かなと思っています。はい、ではまず最初は、運転もどきですね。実際には運転こうしますが、残念ながら運転ではないんですが、片手で、ぶら下がった時の散発的なホールド力ですね。ずーっとこう持ってぶら下がってるわけじゃなくて、一回こう握って離して握って離したので、ややクラッシュっぽいんですけど、基本的にはホールドですねの、散発的なホールドの持久力が目的なので、そんなことを分解してトレーニングしてても仕方ないので、一番は運転をやるのが一番だと思います。ただ運転ができないので、それもどきをこれで無理やりやってしまいます。はい、それではいきます。
まずそれでアップの時ですね、肩をほぐした後に、ちょっとこの L 字型でやると負荷が少ないので、これで5回ぐらいですね。1、2、3、4、5、はい。で、ちょっとアップが、もうちょっとちゃんとアップされてる人はいると思うんですけど、このぐらいでいきます。で、あとは、これ、ぐらぐら動くんで、真ん中辺ですね。で、あとちょっと指輪されてる人は、指輪絶対外さないと痛いです。はい。で、真ん中付近に持ってですね、ぶら下がって、あとは、こうやって、もうこの時点で、ガタガタいって、ここ、かなりこれ、器具的には無理があります。ちょっとこんな感じで片手の、ぶら下がる力を、運転もどきをやるというような感じですね。なんでこれもう無理がありますね。実際にはこういうの鉄棒とかでこうするという感じで、近くで大人ができる運転が見つかったらぜひやりたいんですが、ちょっと今見つからなくて、もう公園の鉄道でこんな感じですね。はい、これはちょっとまだあんまり回数私できてないので、共有できる情報もなくてですね、とりあえず、運転がなければこんなことで代用しますぐらいのお話しかできません。すいません。はい、続きまして次は懸垂ですね。ちょっと暗調込みます。はい、懸垂で私が今やってるトレーニングとしては、本番で即した形となります。で、本番はどうなるかというと、スパルタンレースの本番ですね。もう疲れ切って、とりあえずぶら下がったけども、腕が伸びきってしまうという状態が、私の場合はありました。走るので、走った後でもう疲れてですね、飛びついてこの状態で入った、ちょっと肘が曲がった状態で飛びつけた瞬間にこうだったらここから行って楽なんですが、実際にもかろうじてとりあえず疲れたけど飛びましたみたいな、飛んだけどこんなんですみたいなのがありましたので、そこからでも登れるということができれば、あとはもっと元気がある時にはもっと楽にできるので、基本的にはもう腕を下まで完全に伸ばすというやり方をやっていますと。そこが一番の目的で懸垂をやっています。なので、ボディービルとかそんなんだけですと、もしかして背筋を効かすようにというフォームで背筋に意識してというところがありますけど、私の今回の目的としては、もうあくまでスパルタンレースのそのような状況でも対応できるということなので、もうそれに即した形でやります。なので、基本的には登るときは、もうゆっくり登るんじゃなくて、もう一気に登ってしまって、で降りるときは、一応ネガティブ的に、ゆっくり降りて、ちょっとだけトレーニングっぽくすると。で、ここで一気に、普通懸垂この辺で止めたりする方もいると思いますが、もうわざとダラーンとまでなってしまいます。はい。これがちょっと肩に負荷が来て、私が肩がちょっと怪我っぽくなった原因かもしれませんが、本番でそうなっちゃう以上は、何かしら対策を考えないといけないので、今はこれでやってます。肩もこれでやってきたら慣れてくるかなと思ってます。はい。で、回数ですけども、私の場合は何もなしでちょっと足の反動を使ったら、自重で十数回できるレベルなんですけども、マックスまでやるとやっぱりいろいろあったんです。肩にいろいろこれくるので、ちょっと回数7回ぐらいにしようかなという感じですね。はい、完全にぶら下がってしまった状態で1で、ここで下がってしまって2、4、5、6、1。はい。ちょっとこれ、天井についてですね、画面も歪んでますが、ちょっと今のところはこんな感じでやっています。はい。で、これを、2セット、3セット、ちょっと前までやってたんですが、肩の調子がやっぱり良くなかったので、ちょっと自重なので、ある程度ひたすら上限を鍛える必要はないと思ってます。なので、これを毎日7回するとか、10回するとか、それでもうそれが日常的な動きとして体に染みついたら、別にそこで止めるのもありかなとは思っています。そこから先はどうするかは
各自の考えかと思います。はい。続きまして、ロープ登りですね。今、意味深にこのロープがなんか無理やり感があるロープがありますけど、せっかくなのでこういうのもないと楽しくないので、ちょっとやってみたいと思います。はい。一応やりますけども、今度実際に、野外で、ロープ登りをしたいと思います。で、私はなんかたまたま好きだったからか、小さい頃、運転とか鉄道とかやってたからと思いますけど、割と手だけで登れる方なので、足はもうなんか引っ掛けずにですね、もうそのロープ登りの時にだけアドレナリンを出して、もう一気に手だけで登ってしまうというやり方の、そういうタイプです。個人的にはもうそうやらないといろいろ足とか使ってると疲れるので、もうその時だけもう一気に登ってしまうというやり方です。はい。でですね、このロープ登り、私手で実際には登るんですけど、体の反応を使います。で、この狭いところでやってると分かるんですが、体の反動なしでこれ登れるということは、イコール片手懸垂ができるレベルだということなので、今回苦しいので、そのことも分かります。とりあえずちょっと動画なので一応なんでせっかくやります。で、ちょっとこれ見てもですね、かなり無理やり感があるんですが。膝を言ったんですが、こんな感じですね。そもそもこのロープ登りを家の中のこんな狭いところでやるのは、無理があるので、やるとしたら、あとは懸垂っぽくですね、こんな感じで、これでこうやって、でちょっと登るとかですね、こんな程度しかできないのかなと思います。はい。それでは、今回は以上となります。ぶら下がり系のトレーニングにつきまして、コメントとかいろいろこんな工夫されてるとかいただいたら幸いです。では次回はですね、実際なんとか大人ができる運転っぽいところとか、ロープ登りですね、ちゃんと上まで登るようなものを撮影したいと思います。それではまた次回は野外で。さよなら。